見える窓があったりするんですよ。そこをねたまたま見てたりすると、その車の中からこういう感じで通り過ぎる人とかがいたりして、なんかあったらやっぱ怖いなということで、ちょっと防犯グッズを今回揃えました。その土台を作ろうと思って、土台、この土台なんつってどうぞ続けになってお、すごい。はい、皆さんこんにちは。こんにちはちょっとどっかで聞いたことありますね。やばくないですね。やばいか、やめとく。斉藤なんですけども、サイトだと思うんですけども、はいはい、購入したものがいくつかありますので、それを設置したいなっていう動画なんですけども、はい、そもそもねちょっと困ったことがありまして。どうしたの？我が家はですね、インターネットショップのお店をやってまして、はい、楽天とか、ヤフーショッピングとか、そういうところにですねお店を出してるわけなんですけども、ネットショップですよね、そういう会社を自宅でやってるので、ここの、住所とか調べようと思えば出てきてしまうわけですよ。以前にですね会社の方に視聴者さんの方から電話が来たりとかして、電話してこないでくださいみたいな、怒ってるんですみたいな動画を出したところ、もうだいぶ前なんですけど、出したところ、非常に低評価をいただきまして、はい、その動画はもう消してしまったんですけれども、あとコメントいただいて、たくさんのいろいろ改めまして、内容としては自分たちで勝手に YouTube を配信しているんだから、自分たちがやってる会社なんだから、それを YouTube でどうぞって出してるんだから仕方ないことでしょみたいな、そんぐらいのリスクは承知の上でやってるんじゃないですかと、めっちゃ来たんですよ。それでもそりゃそうだよねと、改めまして、動画を消したのと、自分たちが間違ってたかもと思って、そんな動画を残しておくのもおかしいのかなと思って、それからだいぶ経つんですが、やっぱり、防犯上ちょっと怖い部分はあるなと思っておりまして、自分たちもね留守にしたりすることもあるので、一応ね家の中に窓があるんですけど、もちろんあると思うけど一応家の中に道路が見える窓があったりするんですよ。そこをねたまたま見てたりすると、車がこう通るじゃん、でその車の中からこういう感じで通り過ぎる人とかがいたりして、なんか視聴者さんなのかなとか思ったりして、なんかあったらやっぱ怖いなということで、いろんなちょっと防犯グッズを今回揃えました。はい、Amazon プライムセールもやってたんで、おーすごい、いろいろ教えていただいて揃えまして、あとはこんなものも、検討中でございます。あ、知ってる会社こういうのとか、ちょっと今これパンフレットをもらってる状態で、ホームセキュリティね、こういうのだったりとか、これはねセキュリティのシステムで、ピーピーピーって鳴ったら人が来るみたいなやつじゃないですか。それだけだとあれなんで、これが今回つけようと思ってる防犯カメラ、外用、多分ソーラーパネルで動くカメラです。イエスかもしれないイエスかもしょうがないんですけど、イエスかも、これねで携帯に映像が飛ばせるってやつです。へえ、すごい、スマホに映像が飛ばせるよっていうやつで、あともう一個こっち、これもカメラ、タポ、これは室内カメラです。家の、ね、中に設置して、これもスマホに飛ばせて、防犯も込みだし、あと犬のね状態を見れるとか、そういうことができるんで、すごい。じゃあこれずっと回ってたらさ、家でハルピンが裸で踊ってんのもバレてしまうんですねそうなんですよ。
あとはなんかこのリモミニっつって、ちょっとカメラとは違うんだけど、家の外から Wi-Fi 経由でつなげるとめっちゃちっちゃいんだけど、ちっちゃ。なんかエアコンをオンオフできたり、すごい。そう照明をオンオフできたりみたいな、っていうのができるらしいんですよ。じゃあ今多いそのゲリラ豪雨とかで停電して、エアコンが消えちゃっても外からピッて、そういうことですよね。消えちゃったかどうかは分かんないかもしれないけど、そうだよね。まあでもそういうことすごいすごいできるらしいです。ワンコいるお家だったらね、なかなか仕事行っちゃったらね、一回帰っていいですかって言えないしね。すごいですね最近は。なんでちょっとまあこういったものを今回はつけようかなと思っております。はい、カメラで、結局カメラもさ、つけておいても、その映像がリアルタイムで見れなかったら意味ないなと思ってたり、確かに、あとはこうカメラ壊されたり撮られたりした時に映像残せないと意味ないなと思ってて、確かに。そうまあこれ Wi-Fi のやつだから、まあ、スマホの方に飛んでくるんで、最悪壊されたとしても壊されるまでの映像はこっちで撮れるから、まあ、これをねちょっと道向きにセッティングして監視をしようかなっていう感じの監視カメラでございます。はい、今日はそんなセッティングする動画。大変そうですか？どうなんだろうね、ちょっと全然わかんないんだけど。ソーラーがいるもんね。こんなちっちゃいところにソーラーが入ってんだね。ね、まあソーラーは入ってるんだけど、ちょっと開けてみますね。あった、ソーラー。こんな大きさなんだ。ソーラーありました。いいじゃん。ちっちゃ。これが多分つける土台。これがカメラ。こんな感じの。可愛いね。ね。もっとなんかこの箱ぐらいでかいかと思った。でこれがなんかアンテナ。何それ？これ。まずはちょっと庭にセッティングしてみようかなと思います。ででん。光った。光った。本当だ。じゃあセッティングをしていきたいと思ってます。すごい、なんだその真鍮みたいな。知らなかったですかこれ？ねじねじは。いいでしょう。知らなかったです。こんぐらいかな。キャンプ用品のようですね。そうなんですよ。前に買ったやつがあって、これでちょっと穴開けて、この板にカメラつけようと思うんで、乗せるんですね。くっつけるってことだよね。乗せるので、今その土台を作ろうと思って、この土台なんつってどうぞお続けになってこういう風に、この単管につけるんですね。そうこんな感じで、もうちょい上の方がいいから上にして、これでここをね閉めると、こうやって。止まったなるほど。でこの板にカメラとソーラーをくっつける。カメラを取り付けます。カメラつけてます。縁側 DIY。縁側食べたい。寿司食いたい。寿司食いたい。寿司食いたい。
紫陽花の季節も終わります。鳥がすごい。どこだ近っ。眠いなら眠んじゃい。ソーラーがつきましたね。着きました。いい感じで土台ができましたありがとうございます。雨は平気なんすか？まあ一応防水だと思うから。とりあえず外終わったんで、はい。今このリモミニでそのエアコンを動かしたりとかできるっぽいから、これね、リモミニ。うん、これです。リモミニ。新しい家電を追加ってやると、ここに近づけてくれみたいなの書いてあって、赤外線信号受信待ちだって。リモコンのボタンを短く押してください。あ、三菱のエアコンが見つかりました。おお、は出た。すごいね。すごい。で、エアコンで設定温度。おお。おお。携帯でできる。うん。風量マックス。おお。向こうの部屋からもできる。向こうの部屋から電源を落としてみます。はい。結局でも外からでもできないとだから電源落とします。消えました。おお。すごい。次、テレビやってみます。はい。テレビ。おお、すごい。すごいね。うん。ロック。すごい。来ました。へえ。すごい。すごいです。次、照明いっちゃおうかな。来た。おお。お照明オン。お。お照明できました。次。はい。次っていうか最後。うん。カメラ。お、ちっちゃい。ちっちゃいね。こちらです。室内カメラ。パンチルトネットワーク Wi-Fi カメラ。パンチルト。これはどうやってつける？はあ。電源がないとダメだから。お、動いてる。じゃあここで良さそうだよね。うん。そことかテレビ。あとでもここが映んないから。いつもいるのが。あ、ここか。ここいいじゃん。うん。コンセント取れるとこが。テレビのところ。はい。お疲れ様でごおざいました。疲れ様でした。外はポールにくっつけて、無事に携帯と接続できて、うん。まあ携帯と接続するっていうよりは家の Wi-Fi と接続して、外からでも映像を確認できるようにしました。はい。はい。でそれからこの中の、タポさん。タポカ、これはペット監視カメラ兼防犯カメラということで、これも、外から映像を確認できます。すごいよね。
これも家の Wi-Fi に。あ、ごめん、メリが入っちゃった。そうメリさんが戻しました朝ごはんが出た。はい、すいません。でタポさんも家の Wi-Fi につながって外から監視できると。すごい。でこっちのカメラに関しては左右上下が動かせるんだよね。家の中の好きな場所を見ることができます。ほんとすごいですね。で最後がこちらのリモミニ。レモじゃないか、リモなの。リモなのかな、レモなのかな、リモミニ。これはなんかこんぐらいのこんなちっちゃいなんか機械なんですけど、これをここに置いといてもいいし、こう壁にねかけといてもいいんですけど、これは俺もちょっと買ってみて初めて分かってきたんだけど、知り合いにねこう教えてもらって、その言われるがまま買ったんで、よく分かってなかったんだけど、仕組みとしては機械に家の例えばリモコンを読み込ませるんですよ。こう赤外線が出てるじゃん、この辺から、この赤外線を発信して、これと同じ機能をさっきのちっこい機械に読み込ませる、この機能を機械が覚えて、これと同じことが機械から発信できるようになる。赤外線を発することができるっていうやつなんですよ。すごいね。だからちっこい子が1個のリモコンになってるのね。でそれをこのリモコン、あとエアコンのリモコン、あと照明のリモコンって3つうちは読み込ませたんだけど、でなおかつさっきのちっこい機械は、あれも Wi-Fi につながってるんで、外からインターネットを通じて、こういうリモコン化されてるから、外からちっこい機械にテレビつける赤外線を出してみたいな。どのぐらい遠く行ってまで大丈夫なんですか？僕らはどこにいても大丈夫。すごい。ただここに今置いてある赤外線の機械だから、ここに置いてあるということは、普段例えばこういうテレビのリモコンも部屋から出ちゃうと多分届かないじゃん。要は寝室からリビングの電源ってつけられないじゃん。それと一緒で、リモさんが、リビングにあったらリビングの家電しか動かない。なるほど。寝室に1個あれば寝室の家電は動かせる、っていうことよね。だからリビングのリモコンをあいつ1個にリモに全部集約させてるみたいな、なおかつ外からも指示が出せる、っていう機械ですね。便利ですね。そう。そしてですよ、肝心のカメラなんですけど、こんな感じに今監視システムっていうフォルダを作ったんで、ここからこのさっきのイエスカモイエスカモのカメラ結構性能良かったよ。ほら、めっちゃ綺麗じゃない？こんな感じで、これ今ですね。こんな感じで、もう外が見れる。外も玄関も全部見れますね。でこれは角度調整とかはできないんだけど、光を発したりとか、サイレンとか、スピーカーもある。そう、スピーカーとか電話機能みたいになってて、おいとか言えるの。ここで何やってんだって言うと、そこカメラのスピーカーから何やってんだって俺の声が怖いね。ちょっと撮ったけどね、この映像撮ったんで、こんな感じで。なんか音声も遠隔で飛ばせるらしくて、今タロちゃんが遠く離れたんだけど。お、見えてますよ。すごい。なんか食べてみて。でもこれいない時に人が来ても分かんないじゃん、なるじゃんか。それもなんかモーション検知みたいなのがあって、モーション検知されてるから、要は車とか人が通ったりするだけで全部もう録画されてるのよ。通知も来るし。なんで車が通ったり、あとヒューマノイド検出って言って人の顔が検出されると、それはそれで通知される。動画として通知される。通知されて録画されてるっていう。勝手に。じゃあこういう感じで。
本当だ。人がね通るだけで、夜中野生動物とかももう分かると思いますね。撮るんですね。よくチカチカやっぱり夜、お化けも分かっちゃうかもしれないけどね。なるんだけどまあこれが外のはい、カメラで設置しました、無事に。すごいなんか万能でした、意外と。万能すごい。1万円、クーポン使うと1万円ぐらいで買えちゃうんで、そんなそうあれでこんな機能がいっぱいついてるのね。すごい良かったです。で次がこのタポさんね、さっきのね、このタポさんはここにつけました。このテレビの上につけました。反対向きっていうか、ちょっとまだコードをね、整理してないんだけど、ここにつけてもコードは裏通して下にやろうかなと思ってて、この人がここは360度動いたり上下も結構動くんで、こう部屋全体をこう、これはこのカメラじゃないけど、部屋全体を見渡せるような感じになってます。これはこのタポってアプリがあるんで、タポからリビングのカメラ、例えば家がでかかったらさ、寝室とか各部屋にカメラを設置することもできるんで、リビングでやると今僕らがこう映ってるよね。で設定した、見たい場所をこう動かすことができるんで、メリだ。そうメリとニコがどこにいるかっていうのがすぐ分かるようになってます。ニコどこだ？ニコここにいますメリさんここにいますね。そんな感じで動かせるんで、声も出ます。声も出せるんですよ。で例えばマークって言って、このカウンターを見たい、早い。ソファーを見たいとか押すと、こういう風に全体みたいなね風にできるんで、ちょっと声出してみましょうか。俺じゃあ違う部屋行くわ。聞こえますか？聞こえます。おやつ食べますか？おやつ食べる？おやつおやつは？メリが気づいた。おやつこんな感じで一応もう気づいてるよあの辺かなみたいな。これで、特に何ができるってわけじゃないんですけど、一応こう留守番してもらってる時も確認ができるかなとか、ありがたいです。泥棒が入ってきたら分かるかなとか、一応そういう風になりました。はい、安心になりました。ちょっとね、ちょっと Amazon で僕らは安く買えたんで、セールだったから安く買えたんであれなんだけど、これも、カメラは5000円ぐらいで、さっきの、リモコン、スマートリモコンみたいな、リモのリモコン、これがセール終わっちゃってるんですけど7000円台かななんですよ。でリモコンの方はこれもここに集約してて、もう登録したんで、もう部屋の温度がまず出るからすごい分かりやすいよね。でうち結構この家が古いんで、断熱があんまなくて、結構エアコンがね切れるとすぐ暑くなっちゃったりするんで、夏は、だから温度がこう表示されるっていうのはめちゃくちゃ良くて、エアコンのスイッチもちろんここで切れるし、風量とかもオートに変えるとか、風量1とか、冷房切りますみたいな、切れちゃうと。テレビもこれでつけれるし、これテレビリモコンみたいにもうなってて、すごい番組表まで見れるという。すごい。あとは、照明、照明も、一応このリビングの照明だけ設定しました。なのでこうオンオフでね、今ちょっと違う照明もついちゃってるんであれなんだけど、こんな感じですごい設定できました。いやー、こんなに技術が進んでいるんですね、現代は。いやすごいよね俺も全然こんなの思いつかなくて遅れておりました。
もうだいぶ安心になりました。でも、そうだね、室内カメラと屋外カメラとリモコンたちがもうどこにいても設定できるんで、このシステムが、2万円弱でね、全部設定できたんで、コスパはいいのかなと思います。そうですね、まあそのさっき話してたセコムもそうですけど、まあやっぱそれよりはとりあえず最初にできるもうちょっとお安いガード、っていう感じで、セコムはね本当にこう駆けつけてくれるからさ、その辺も含めてあと本当にコメリの見守りができるのが嬉しいのと、ちょっと個人的に誰かがこのテーブルに乗ってるんで置いてあさったりしてるんで、ちょっとどっちかすごい気になる。そうねということで、今後はこう誰かがここを通ってももうこうやって通ったらもう、撮ってますのでここで仕事してるとそのお庭のところでずっとこうやって立って見てる方と目があったりとかするんで、もちろんその近所の方は僕らも顔が分かってるんで全然いいんですけど、むしろねなんかこう僕らいない時とかはなんかドアここ開きっぱなしだったよとか言ってくれたりする。そうなんだけど、やっぱり知らない人がね通るのはちょっと怖さもあるんで、まあ皆さんきっと防犯カメラとかね、やってらっしゃるから同じ感覚なんですけど、そうですね、何もね今までしたことなかったから、やってみてよかったなと思います。なんで今回は田舎のね我が家がちょっと最先端になりましたという動画でございました。都会並みの防御、やっぱりねあった方が、その未然に防げるかもしれないし、でこういうカメラとかいっぱいあってさ、何を選んでいいのか分かんなかったんで、まあ一つの参考までに僕ら買ったやつ使えそうなんで、参考にねしてもらえたらいいかなと思って動画を作りました。他にもね田舎暮らしの動画だったりキャンプの動画だったりいろいろやっておりますので、ぜひチャンネル登録の方してもらえたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。それからですね、いろんなセキュリティとか、皆さんやってると思うので、他にもねこういうの便利だよとか、あったらコメントで教えてもらえたら嬉しいですね。そのワンちゃんのとか、そうですね、いろいろ他のシステムもちょっと気になるので、教えていただけたら嬉しいです。それではまたお会いいたしましょう。さよなり。さよなり。ありがとうございました。斉藤でした。お腹すいた。なんか食べ行きますか。お寿司。回転寿司ね。